I love グアム。かわいい。ドキドキ、あ、違ったわ。ドンキに来ました。可愛くない？日本で今こんな感じのドンキなくない？てかこのドンキ本当にとんでもなくでかくて、フードホールみたいなのもあるし、あと松清とかも入ってたかな。ほらほら、すごい車止まってるからね。すごー、めっちゃでかいし、めっちゃ日本語じゃん。これいいな。お土産とかも買えちゃうじゃん、ドンキすごいすごいすごい。テーマパークかよ、ここは。かわいい。サンリオだ。これ絶対日本にないよな。まあまあ高いんだよな。日本と比べてどれぐらいかな。果汁組が 2.39 ドルだって。別に高いんだけど想像の範囲内ではあるし、それに何より品揃えの多さに驚くな。これはこれだけの品揃えあったら別にちょっと高くてもって感じではあるよね。すごいわ。めちゃめちゃ充実してるな。韓国のね、私は大好きなプロダックもあるし。すごー。どここれ。すごいわ。これは日本産としか書いてないけど、でもほんとすごい。この野菜の品揃え、でも全部日本だ。すごいな。日本人住めますね、普通に。待って、冷食もさ、アイスもさ、めっちゃ充実してるよ。うちの最寄りのスーパーの何倍も充実してるからね。こんな住めるやん何回目。待って、アサイもある。アサイ普通に食べたいな。アサイ食べたいし、お土産もありますね。東京バナナ冷凍されてるし、このさ、美味しいやつもちゃんと輸入されてるし。待って、ミニたい焼きなんてうちの最寄りのスーパーにすら売ってないよ。でもほんとすごい。待って、お米もある。知らない品種だけど、これ楽しいっすね、普通に。やばー、納豆もある。しかもちゃんと種類もしっかりあるっていう。すごいな。賞味期限は切れてますね。焼き芋屋さんがありますね。すごいすごい。フードホールじゃん、本当に。ダイソーと松清。すごーい。プリ機もありました。
こういうさ、なんていうの、小物を借りれるのはさ、韓国式だよね。私も韓国行った時に撮ったな、こういうの。すごい、松清です。いいね、いいね。ありがたいよね、松清があるって。日本のコスメ、あ、すごいすごい。ヒロインメイクもあるし、これは私が愛用してるメイクキープミストですね。キャンメイクもしっかりとした品揃えで。ダイソーチェックもしたかったんだけど、どうやら閉まってます。悲しい。何ドル均一だったのかめっちゃ気になったんだけどな。どうした急に。丸亀結構なお値段しますね。私毎回イギリスでも食べたことあるんだよね。高いわ。グモーニー。今日は天気もそこそこ良くて、海もめっちゃ綺麗だな。いいな、入りたいな。おお、今日は別に晴れてはないが、海に入れそうなので入りますよ。冷てえな。綺麗。ここ足元見えるわ。多分人が少ないから砂が舞ってないんだと思う。待って、どこまでも浅いよ。ほら、もうこんなに離れてるけどさ、ずーっと浅瀬が続く感じ。気持ちいい。最高。魚とかいるんかな。見たかった。っていうか、ドンキがあったからさ、買えばよかったな、ゴーグル、普通に。なんかそういうとこにね、貸し出しのとこはあるんだけど、まあまあな値段するわけですよ。で、この辺のホテル泊まってたら、そのディスカウントとかあるのかなって聞いたけど、全然値段一緒って言われました。何の旨味もないですね。めっちゃ綺麗だな、ここ。ほら、透明度すごくない？もったり系。ここが一番グアムで栄えてそうな感じのところなんですけど、日本居酒屋があったり、韓国料理のお店もあったり、あっちにネネチキンもあるし、ベラジオってめっちゃ日本語で書いてるし、やっぱり日本、韓国で人気だったんだなっていう名残がめっちゃ残ってますね。まあ今もなのか。今日私は朝ごはんを食べそびれちゃって、この辺のカフェとかをいろいろ調べてたんですけど、そこにある X シングスなんて2時に閉まってたんですよ。2時ですよ。でね、他にも結構カフェが閉まるのがめっちゃ早くて、ちょっと今日は行けなさそうなので、明日こそはちゃんと朝から活動してカフェなどに行きたいなと思っています。このアサイが有名なカフェに来ました。価格帯としてはだいたい13、14、15ドルぐらいですかね。でもアサイって別に日本で食べても高いから値段はそんな変わんない気がします。レ
めっちゃ美味しそう。美味しそう。いただきます。美味しい。日本で食べるのとほぼ一緒って感じです。一緒一緒。いちごはちょっと薄めだけど色が。でも冷凍じゃないと思いますね、これは。これが大きい免税店です。かわいい。バイキングだ。今ね、バイキングがどれぐらいの値段かを見ようとしています。めっちゃ早いよ。おはようございます。本日最初にやってきたのはラッテストーン公園です。見えてる。森の中に入っていくとですね、大きな石柱がいくつも立っております。こうやって柱の上に丸い石が乗ってます。こういう形をしたものをラッテストーンというらしいんですが、実はここだけじゃなくてサイパンとかにもあるらしいんですよ。ご存知の方います？なんかパッと見ただけだとなんかこけしみたいなね、不思議な石でなんだこれはって思うかもしれないんですけど、実はこのラッテストーンって結構重要なね、役割があったらしいんです。ラッテストーンは昔のチャモロ人の方たちの家の土台だったと考えられています。家を地面に直接じゃなくて石の上に建てることによって湿気だったり虫だったり洪水だったりから家を守っていたというふうに言われています。前はだからなんていうんですかね、高床式住居みたいな感じだったのかなって思うんですけど、まさにこんな感じですね。ここに石があって、でここ登ってこの上で暮らしてるみたいな感じで、実はこのラッテストーンなんですけど、ただの生活の知恵っていうだけじゃなくて、大きさだったり並び方だったりからその場所の格や力を表していたとも考えられているんです。大きくて立派なラッテストーンが並ぶ場所ほど位の高い人や重要な集会が開かれる場所だったっていう可能性があります。つまりここには社会のルールだったり身分の違いも存在していたんだっていうことがわかるんです。石を一つ一つ見ていくと形がすごい揃ってるじゃないですか。家を建てるんだからそれは平行になんないといけないんでね、形をわざわざもう切ったり削ったりして揃えて作ってた。だからただ拾って運んできたわけじゃない、ちゃんと計算されて置かれた石っていうのが分かりますよね。だからこうした作業をするには大勢の人手だったり知恵だったりが必要になってくるわけですので、この島にはちゃんと組織だった文明だったり社会が存在していたということがもうこの石で知ることができます。そんなラッテストーンなんですけれども、
1600年以降にスペインがここを植民地支配するようになってからは、もうここから姿をね消してしまったみたいなんです。はい、そしてですね、このラッテストーンがある公園に、なんとですね、第二次世界大戦の時に使われていた日本軍の洞窟があるんです。洞窟？防空壕かな？防空壕か。おお、書いてる。日本軍が掘った洞窟。中は危険なので入れないみたいですね。そりゃそっか。何年前っていう話ですもんね。入り口なんかね、暗くて小さくて、ちょっとひんやりとした空気感がありますね。この狭い洞窟の中で兵士たちは身を潜めて攻撃の合間に休んだり、時には負傷者の手当てなどもしていたということです。待って、漢字で書いてたわ。防空壕。待って、結構ヒヤッとするなこれ。奥まで続いてる。声響く。結構うわー、すごいなこれ。うわー、でけえな。動かないし。何ガエルだこれは。スペイン広場という場所にやってきました。いきなりここに砲台があります。レプリカなのか、レプリカか、さすがにレプリカか。で、あっちにはね、グアムって書いてる写真スポットもあります。そしてこのスペイン広場、何がスペイン広場やねんって感じなんですけれど、さっき言った通りね、スペインの植民地になったわけじゃないですか。で、ほら見て。もうやっぱグアム、さすがグアムってことで、日本語の説明までちゃんとあるんですけれども、言えばここってスペイン統治時代に、なんていうの、憩いの場っていうんですかね。そう、なんか、チョコレートハウス何それみたいな感じだし、あとガーデンハウスとか、なんか噴水とか、それなんていうの、楽しいですよみたいなそういうものがあったみたいなんです。で、1898年にね、その後にアメリカ領となったんですけれども、その後はここに野球場だったりバドミントンコート、変わらずあれですよね、憩いの場ですよねって感じで、今はこういう感じになってます。そのさ、チョコレートハウスが気になるんだけど、なんかみんな優雅にチョコレート食べましょうみたいな、そういう場所だったんでしょうか。でもなんかあれ噴水の名残っぽいですよね。噴水の名残っぽい。そしてなんか門は結構低めっていうか、ちょっとちっちゃいなみたいな感じしますけど。チョコレートなんとかはどこなの？なんか不思議な感じしますよね。さっきみたいにさ、ストーンを置いて昔ながら住んでたところにいきなりスペイン人やってきて、ギャーってこんなでかいの作って、その後ここにアメリカ人がまたギャーって住んでみたいな、なんか本当にすごい世界だなってしみじみ思います。ここスペイン広場って別に憩いの場だけの役割を持っていたわけじゃなくて、総督府があったので、ここから政治の指示が出ていたりだとか、さっき砲台もあったじゃないですか。だから軍に関係すること、あとは宗教に関することもここに集中していたみたいです。私が気になってたチョコレートハウス、まさかの見れました。チョコレートハウスってなんやねんって話なんですけど、はい、このチョコレートハウスはちょっと読んでもしっくりこなかったんですけど、言えば偉い人たちがここでココアを飲んだり、お茶を出したりみたいな、そういう迎賓館的なね、なんかそういう場所だったようです。私は思ってた感じと違ったな、なんか
貴婦人たちがここでチョコレートを食べましょうみたいな感じではなかったようですね。結構入れるんだな。入れないとか言ってたけど結構入れますね。ここの扉結構狭めで、こっちは何なんでしょう。ガーデンハウス、グアム博物館。なるほどなるほど。アメリカ時代には学校の校舎でもあったみたい。なんかすごいですよね。再利用しちゃうっていうね、そのまま。やばいやばい。でかいカタツムリいるわ。でかカタツムリだ。これ日本にいないぞ。こっちは何なんだろう。あんまり何もないな、こっちは。でもさ、その気になるのが、なんではるばるスペインからグアムに来んのっていう話じゃないですか。前パナマ運河の時も、なんかスペインだったりアメリカだったり、似たようなね、国が出てくるんで、大体一緒なんですけれども、当時スペインはフィリピンとメキシコを結ぶ大きな航路を持ってたんです。太平洋を結んでるわけでめちゃめちゃ遠いわけじゃないですか、この航路は。そんな長くて、環境的にもすごい厳しい航路のために、途中で水だったり食料だったりを補給できる、中継地点みたいな場所が必要だったんですね。で、その条件を満たしたのが、ちょうどここグアムだったというわけです。航路の位置であったり、船の進路とか海流、あとは港として整備しやすい地形、そういうね、いろんな要素がきちんと絡み合って、ここグアムが一番最適ってなって選ばれたわけです。そういう事情があったわけなので、グアムに住んでいた方々はスペイン語だったり英語だったりを学ぶ。そしてあとはキリスト教ですよね。だからこういうところに教会だったり学校が作られて、そこでキリスト教がどんどん布教されていったというわけです。てかね、今ちょうどクリスマスイブなんよ。私クリスマスに海外来たのって初めてだっけ？どうだっけ？しかもさ、このあったかい地域のクリスマスを過ごしてみたかったんだわ、そういえば。なんか私のイメージだとオーストラリアとかかなって思ってたけど、なんか意図せずグアムに来ちゃってましたね。今年のクリスマスはグアムで決まりみたいな感じで、スペイン広場と、ほぼほぼ同じ場所にあるグアム博物館というところに来てみました。なんかすごいな、入り口。多分なんか有名な偉人の言葉とかが載ってるんじゃないですか。わかんないけど。行ってきます。こっちの言葉を Google 翻訳してみたんですけど、この島で暮らすのに私たちは何の助けも必要としません。求めてもいません。島が私たちに与えてくれるものに満足しています。それ以上は何も望んでいません。私たちは自分たちが信じているよりも強いみたいなこと書いてます。めっちゃいいこと書いてるじゃん。でも私ハワイ行ったことないんだけどさ、多分わかんない、スティッチとか見て思ったのはハワイも多分そういう感じなんじゃないかな。なんか今あるもの、自然を大事にして生きて、なんかそれ以上欲深く生きるのはどうなのかみたいなね。でもなんかちょっと気持ち日本人にも必要かもって思ったりなんだりしました。ちょっとまさかの休みだったんですけど、クリスマスだから休みだったけど、でも私はこの入り口に書かれてた言葉を見て割と感銘を受けたので、もういいです閉まってたけどそれでよしとします。すごい、これはすごいバカでかい。はい、ビジターセンターというところにやってきました。入っていきなりこのド迫力の先行艇っていうんですかね、だってここのね真ん中あたりに人が乗っていてみたいな、そういうものをいきなり
間近に見ることができました。こちらが入り口になっております。ここは第二次世界大戦ですね。主に日本軍であったりアメリカ軍であったり、もうそういったものに関する展示があるビジターセンターとなっています。もうね、ここはずっと来たかったところなので、ちょっとね、中に入っていきたいと思います。はい、ビジターセンターのね、中は、写真だけだったので、ちょっと動画ではお伝えできなかったんですけれども、でもね、日本語の解説も全部ありましたし、すごくわかりやすかったです。そしてやっぱりね、ひときわこれが気になりますよね。いや、本当に生々しいし、私、地元がね、鹿児島県の知覧っていう、もうめちゃめちゃ戦争に関わりのある場所ですので、特攻隊員が、その、知覧から、こう、飛び立たれて、亡くなられたっていう歴史も、ね、こう、割と勉強してきたので、すごく心にね、グッときちゃいましたね。今ね、アサン展望台っていう場所に来たんだけど、入っていきなりこの注意書きを見つけちゃって、多分結構古いとは思うんだけど、でもまだ爆発物が埋まっている可能性があるらしい。ちょっとやばいよね。で、この展望台っていうのは、もともと日本軍がアメリカ軍をこう、見つけるため、上から見るために迎え撃った場所のようです。ここにも書いてますね。1941年から45年。これはアメリカ軍ですよね。すごい眺め。これなんだろうって見てみたら、長崎と広島の原爆のことが書いていたり、あと沖縄戦のことも書いてたりしますね。方角が書いてあるんですね。こっちが日本だよって。こっちは、レイテ、ペリリュー。聞いたことあるな。サイパン、バトルオブサイパンだったり、ここが関わった戦争のことが全て方角を示して書かれているんですね。やばい、本物の牛がいました。置物かと思ったよ、最初。びっくりした。でもなんかもしゃもしゃしてるから、よく見たら本物だった。すごい。これは誰かに管理されてるわけでもなく、普通にいるんですが。ちょっと警戒されてますね。わー、綺麗。港もあるんだ、ここは。マゼラン記念碑というところにやってきてみたんですが、最初これ通り過ぎちゃって、これ本当にって
思ったんですけど、多分本当です。あ、書いてますね。マゼランって書いてます。はい、ここは何といってもですね、スペイン地の植民地支配が始まった場所ですね。ここは1521年に世界一周航海中のマゼラン艦隊が立ち寄った場所だとされています。当時のヨーロッパにとって太平洋ってほとんど知られていない存在だったんですけど、その大海原を渡る途中で、補給、食料だったりいろんなものを補給できる場所っていうのはすごく貴重だったんですね。で、さっきもね、スペイン広場でお話ししたんですけれども、やっぱりこのグアムの土地っていうのはすごい最適な場所だったみたいで、ここに上陸してどんどんスペインのね地になっていったっていうわけでございます。なんか今この辺一帯はね、本当に観光客ゼロのマジで静かな集落って感じですね。で、本当にこの山々もすごくて、グアムってこんな自然豊かな、自然は豊かなんですけど、なんか山ってイメージあんまなかったんで、山々してるのを初めて見ましたね。この木もすごい、ちょっとトトロミありますよね。てか、でっか。すごいなぁ。海もめっちゃ綺麗。誰一人泳いでないからね、ここの海は。タラホホ滝はなってしまっていました。残念。かわいいツリー、グアム国際空港に戻ってまいりました。なんか電気ついたんやけどびっくりした。かわいい。はい、ということで今回のグアム旅は、グアムの明るくて楽しい部分と、ちょっと暗い歴史だったりね、すごい隅々までグアムのことを知ることができたと思います。皆さんもね、ぜひ、日本人もたくさん訪れる観光地でありますけれども、一回はねグアムに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次の旅でお会いしましょう。さようなら、またね。